お初にお目にかかります。トリガー YouTube 担当の川 D と申します。よろしくお願いいたします。トリガーの社長の大塚です。よろしくお願いします。早速なんですけど、ちょっと RRR がですね、公開当初から社内でも話題にはなってたんですけど、今結構盛り上がってるじゃないですか。1回版も発表されたんでね。で僕たちも応援したいっていう、この応援したいっていう気持ちが、今回実りまして、なんと今日 RRR の配給会社のツインさんにお話をお伺いできることになりました。おお、すごいね。アニメスタジオがそもそも映画の配給会社に意味わかんない。いや、そうっすよね。どういうことってもうでも映画は好きだけど配給会社にね行くとかそういう経験もないからちょっと楽しみではあります。いや、楽しみですね。ちなみに大塚さん RRR 何回見てます？2回か。2回。いや、結構見てます。川原？俺は9回です。9回。あ、そう。いや、そうっすね。ちょっとバーフバリから俺は結構ラージャマオリファンなので、それも相まって今回特に楽しみなので、なんで早速行ってきたいと思います。行ってきます。いや、これむずいな。これどっちよ。いや、でもこっちは多分ラーム茶なんですよね。でこれがLTR ジュニアで足触っときます。なんで？いや、そのバーフバリに足触るんですよ。髪が降りてきたみたいな感じで日本アカデミー賞も取ってるんですね。優秀外国作品賞。あとこの三浦淳賞、これも結構嬉しいですね。かわいい。1回版の新ポスターです。というわけでこれから、ツインさんの方にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツインの古田と申します。よろしくお願いします。ちょっと僕たちを応援したいということで、ちょっと今日お伺いさせていただいたんですけど。ありがとうございます。突然のことで驚いております。今回この取材が実現できて嬉しいです。9回も見ていただけているだけで本当に我々は本当にありがたい限りでございます。まだ足りないですね。自分の好きなシーンのモノマネします。あってらワーレーマリーガンダビダルロビルダンのダビゴーラマリメーラオン。ここです。すごいですね。ちょい過去編のラーマがシータと別れるときに船の上でみんなで武器を持ってくるねっていうときにこうするんですよ。母なるゴーダマリ側に誓う。かっけーという。けどすごいですね。テルグ語。いや、テルグ語を全然覚えてないです。もうそのフレーズだけを暗記したってだけです。音だけを。それでもやっぱすごいです。いや、ちょっとそこだけ。だからいつか、もしインド行くことがあれば、俺はゴーダバリ川行って、それをみんなの前で宣言したいです。ちょっとやばい人かもしれないですけど、ちょっと武器を持ってくるみたいな。YouTube ぜひ。いや、撮りたいですね。お願いします。大塚さん、予算を。いや、もう何万回転回ったら。皆さん。公開は10月じゃないですか、去年の。はい、そこから吹き替え版が7月からというのは、結構、時間が空いてると思うんですけど、あんま聞かないというか異例なことだと思うんですけど、なんかその辺のことをお聞きしてもいいですか？本当に異例のことだと思っておりますので、私どもちょっと驚いてはいますが、それも全て今まで RRR を支えてくださった多くのファンの皆さんのおかげで実った企画なんじゃないかなというふうに。配給会社さんが吹き替え版の公開、どっからどこまでをやってるのか。配給会社さんにもいろいろとあるとは思うんですね。ブルーレイ、DVD 出るところは違う会社さんが出されるケースも多いと思うんですけども、弊社はブルーレイ、DVD の発売まで全て自社でやっておりますので、吹き替え版も基本的には自社で。インド映画が劇場で吹き替え版を上映するっていうのはあんまり聞いたことないんですけど、これってもしかして日本で初なんですかね？そうですね。ちょっと我々も全てのインド映画を把握しているわけではないので、わからないですけども、知り得る限りは吹き替え版で劇場公開するのはもしかしたら初かもしれないですね。快挙ですね。声優さんも、アニメでは結構お聞きする名前なので、僕たちとしても結構嬉しいですよね。そういうプロの皆さんからそう言っていただけるのは本当にありがたいなという。実力派というかね。スインさんは新しいこの吹き替え版、どういうお客さんに見てもらいたいというのは
あったりするんですかね。もちろんすでに RRR を見ていただいて、応援して愛していただく方にも見ていただきたいですし、字幕版との違いみたいなのを楽しんでいただければ。それ以外にですね、RRR まだ見てないよっていう方にも、機械版になったことでより多くの方にもしかしたらご覧いただけるかもしれないので、ぜひまだ見てない方にもぜひ見ていただきたいなというふうに思います。お客さんにこう選択していただけるようになると思うので、字幕版も吹き替え版も楽しんでいただければなというふうに。文字を書けなくていい、画面に集中できるっていう意味では、両方見たりするんですけど、吹き替え版も見やすくていいなと思うことはよくあるので、ぜひシーンのセリフが日本語になってたらどうなってるのかとかもぜひチェックいただければ。字幕とかだと文字数の制限もあるので、ちょっとその内容がはしょられてることがあるんですね。そうですね。はい。それはおっしゃる通りです。吹き替えの方がちょっとセリフの情報量としては元通りというか、っていうのもあるから、なんか一概に字幕だから正しいみたいなこともないのかな。古田さんの RRR の感想をお聞きしたいですね。私も仕事上も含めて何回かわからないぐらい鑑賞しているんですけど、毎回驚きと発見がある映画だなというふうには思っていて、飛び抜けて面白いじゃないじゃないですか。なので最初字幕がついてないものを買い付け時に我々見るんですけども、その時は英語字幕はついたのかな。なのでニュアンスとか全てのことを私も理解できていない中でも、なんだこれはと夜中だったんですけども、すごすぎて笑っちゃいましてこれはすごい映画かもしれないと、日本でもすごいヒットできるんじゃないかっていうのは、その翌日の次の会議で議論を交わした思いではありますね。RRR は本当にエンタメの塊というか、いや、そうですね。何でもね、入ってるみたいな。いや、こういう映画を作りたいよな。アニメ作ってる我々でも思いますからね。いや、本当にエンタメの権下みたいな感じがしますよね。もう真正面からこれだどうだみたいなところがすごいかっこいいですよね。演出家からしてもね、大塚さんから見た RRR も聞きたいですね。緩急っていうか、その盛り上げるところはすごい盛り上げるし、割とずっと続いてるように思うけど、ちゃんとその熱いところと楽しいところとちょっと悲劇があるところとかはメリハリがつくように交互に配置されてたりとか、盛り上がる瞬間のその前のちょっと時間の引き延ばし方みたいなところとか、なんか緩急だよね。ゆったり時間使いながらピークが来るよみたいなのを時間使うことで盛り上げていくみたいな、おやさん見せ場みたいな、あの辺のロゴセリフの置き方とかテンポとかが、スローモーションとかの使い方がすごい印象に残るし、また声もいいんだけど、いい役者さんをどういいように見せるか、俳優の生かし方みたいなことも考えないように勢いで作ってるように見えるけど、ちゃんとそういうテクニックというか演出的な見せ方も熟練の技術使ってやってるみたいなところがちゃんとやりつつ長編を撮るっていうのが、エネルギーが本当にすごいな。なんかいろいろてんこ盛りなんだけど、でも見終わった瞬間に一番覚えてるのはやっぱダンスシーンが、ナートルあれはいやもう楽しいんでね。あそこ本当何回見てもなんか初見と同じぐらい楽しくなるから。いや、わかります。やっぱ言っても一番なんだかで印象に残ってるのはあそこだな。始まる前になんかお盆みたいなのが転がってる。そうあそこはスローモーションだけど、喋ってる時は煽り合いみたいなのはその普通の速度じゃないですか。なんか行き来するのめっちゃあれやばいっすよね。テンポとか緩急が本当にうまい。いや、最高。なんか一本上司じゃない。タンタタタンタン。一時期アラームにしてたんでナート始まる前にグリーンって寄ってタンタタタンタンってやるじゃないですか。で牢屋のところもタンタタタンタンじゃないですか。もうタンタタタンタンがもう全然頭から離れなくて、うちの会社の好きな人、もう川原もそうなんですけど、プロデューサーのつみさんとかも大好きで、一緒に車に乗ってると一時期ね、あれがエンドレスでサントラがかかってて、しかもつみさん歌い出すみたいな。ナートで言いますと、アカデミー賞の直前ぐらい、結構その辺で SNS でアメリカも含めて盛り上がってたじゃないですか。ノミネートされた時からね。そうです。実際本当に撮っちゃうのみたいな。本当のファンはラームチャラのスケジュール表とかをなんかめっちゃ探ろうとして、なんかアメリカでなんか入ったんじゃないかみたいな、3月ぐらいにみたいな、
ツイッターの論争とか見たりしてて、いや、めっちゃ盛り上がってんなみたいな。我々もね、来るんじゃねみたいな。いや、そうですね。我々もこう社内で受賞の瞬間はもうドキドキと。取った瞬間、みんなターメリックとか巻いてたわけなんですよ。そうですね、さすがにターメリック巻くとか。古田さんはどこが好きですか？ラーマとビームが戦うシーン、ああ、すごい好きですね。はい。で最後インターバルで出るときにはい血が流れていくっていうところがかっこよすぎて、ここからそうなんです。ギュイーンってなるのもいいですよね。かっこよすぎますよね。最高です。もう一個僕言うと、やっぱりラストです。炎がボーってなってる煙の中から、はい、音楽とともに2人走ってくる時といやか、最高です、ね、やっぱりもう欲してる絵を監督用意してくれてるっていうか、あそこはやっぱりこう応援上映の時の「やー!」というか言いたくなるのは本当分かりますよね。ちなみにじゃあ俺の一番好きな最後シバ神の化身みたいになるじゃないですか、スポットライトを後ろから浴びて、でその時にその敵のエドワードがグッドゴッドって言うんですよ。イギリス英語でオーマイゴッドなんですけど、オーマイゴッドをそのしばしの消し見ながら言うんで、クーってなります。わかりますこの、いや、これかけてんの天才すぎだろうって、すいません、ちょっとネタバレなんですけど。おまけな。いや、やっぱこのグッドゴッドって言って、その、クーって、なんかドスティのシーンで、馬とバイク乗ってるシーンがあると思うんですけど、で、なんか2人でなんかすごい湖みたいなところ、ダムみたいなところで競争してるんですけど、で、その後カットが変わって、真正面のシーンになるんですよ。そしたら馬が変わってるんですよ。これ皆さん気づきました？これ分かんない。いや、馬の模様がちょっと変わってて、いや、これ別になのみたいな。毎回だからそのドスティのシーンで、ドスティいいなと思いながら見てるんですけど、馬のシーンだけ来たら、馬ちゃうやんみたいななって。いや、気になるんですよ。元の人物がラーマの実際いた人物で、元はアルルーラ・ラーマラージュね。で、亡くなられてシータが、アルルーラ・シータ・ラーマラージュって名前に改名してるんですよ。でも、RRR では、シータは生存ルートなんで、本編ではずっとアルルーラ・ラーマラージュなんですよ。でも、エンドクレジットでは、アルルーラ・シータ・ラーマラージュなんですよ。そうなんですよ。なんかその辺どう思いますっていう。ラーマとビームが子供を助けるんですけど、ちゃんとその時に、その最後のエンディングで踊ってる、旗も持ってるんですよね。そこの部分が RRR 本編全体にヒール強調してる。熱くないですか？いや、旗どっかで見たことあるなってまず思って、最後に出てくるやつか。いや、ラーマ渡してるよ、ラージャン守れ。やばい。やばいか。チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。